今回は、穴の開いたブロックを作成するマクロを紹介します。こちらがマクロプログラムの内容です。プログラムの最初は、必要なモジュールをインポートしています。FreeCAD の基本モジュール、パートワークベンチ、そしてベクトルや配置に関するベースモジュール、GUI 関連のモジュールなどです。最初に新しいドキュメントとしてホールインブロックと名付け、変数読に保存します。作成する図形は、立方体と円柱です。立方体は、ブロックとしてレンクス、ウィドス、ハイトをこのように設定しています。穴に当たる部分を円柱として作成します。サイズは半径を 10mm。高さをブロックの高さと同じに設定します。次に穴の位置ですが、これはブロックの中心からの相対値として設定します。ホールの中心の X 座標は、ブロックの長さの1/2。ホールの Y 軸のオフセットは、ブロックの幅の1/2。ホールの Z 軸のオフセットは、ブロックの高さの1/2に設定します。次は、ブロックを作成します。パートメイクボックスでブロックの長さ、幅、高さを引数として、変数ボックスシェイプとして設定します。同様に、穴の元となる円柱を作成します。この場合、パートメイクシリンダー関数で、半径と高さを設定します。そして、変数シリンダーシェイプにデータを取得します。次は円柱を穴を開けた位置に移動します。位置を移動するには、ベースプレイスメント関数を使って、また位置を設定するには、ベースベクター関数を使って行います。ベクター関数内に入れる値は、先ほど計算したホールセンターオフセット X、ホールセンターオフセット Y を使用します。そしてこの設定値を、変数シリンダープレイスメントに保存します。またシリンダー、シェイプのプレイスメント情報に、シリンダープレイスメント変数の内容を代入することによって指定した位置に円柱を移動します。次は立方体に円柱で穴を開ける命令です。ボックスシェイプカット、シリンダーシェイプのように書き立方体から、円柱を切り取った差集合を作成します。そしてその結果をカットリザルトシェイプに保存します。この差集合をドキュメントに追加するため、新しいオブジェクトを追加します。ここでは addObjectPartFuture として、BlockWithHole という名前で新しいオブジェクトを CutObj として追加します。次に、作成した差集合の形状をオブジェクトに割り当てます。この場合 CutObj のシェイプに CutResult シェイプを代入することにより、割り当てを行います。そして、54行目でドキュメントの表示を更新します。58行では、すべてのオブジェクトが表示できるように FitAll 関数を使っています。また、61行目では斜めからの視点に切り替えるため ViewIsometric 関数を使っています。最後に、64行目で、ブロックが完成したことをメッセージで知らせます。それでは、実行してみましょう。このような形で、立方体に穴の開いた形状を作成することができます。